ちは、千葉こつえです。今日は珍しくアナログ原稿を書いたので、その様子を動画にしてみました。いやー、久しぶりすぎてちょっと手が震えましたね。はい、私は普段こんな感じでデジタルで漫画を描いています。もしデジタルの方が見たかったなという方は、他の動画で確認していただけたら嬉しいです。デジタルはこんな感じ。そして今日はアナログ原稿です。いやー、もう何年かぶりにこれを引っ張り出してきました。はい、私が愛用していたのはこの IC の漫画原稿用紙で、プロ漫画家投稿用って書かれた B4 サイズのものですね。これ同人誌用って書いてあるのは B5 サイズなので投稿用には使えないかなと思います。B4 番のこのキログラムっていうのは厚さなんですが、これもっと薄いやつもあるんですが、どっちでも大丈夫です。こんな感じで水色で外枠がもう示されていたりするので便利ですよね。そして数年ぶりに眠りから覚めるペン。このペン愛用してましたね。そしてこのカッターはデザインカッターっていう名前で売られてるやつなんですが、これ黒しかなかったので、水色やピンクが発売された時はアシスタントさんたちの間で乙女のカッターって言われて、めちゃくちゃみんな喜んで買ってましたね。ペン先は丸ペンと G ペン両方を使い分けていました。今回も使い分けます。はい、そしてまだ新品が残ってましたね。立川さんのフリーペン軸。どんなペン先でも刺せる共通差し込み口のやつでした。そして右側は消しゴム。愛用していたのはモノ消しゴムで、これはクレヨンじゃなくて消しゴムですね。そして定規はこのコマを引いたりするためにメモリがついてるやつで30センチが一番よく使ってました。そしてスクリーントーンの時カッターに負けないように金属がついている金定規っていうんですかね。そして普通の鉛筆と下絵用の水色シャーペン。水色は印刷に出ないので下書きに使ってる人多いですよね。そしてこの墨汁、もうインクはとっくの昔に処分してしまっていたので、ホームセンターで100円ぐらいのを買ってきました。全然100円の墨汁でも漫画描けます。全く問題ないですね。そしてミリペンなんですが、これちょっと新品のやつがお見せしたいな。部屋がちょっと汚いんですが、ぐるっと後ろを向くと、はい、このお夫婦さんのファインラインドローイングペンっていうミリペン。このセットが最近は気に入ってますね。漫画ではなくてイラストに使っているんですが、こんな感じで太さが全部違って、ブラシっていう筆タイプのも入ってるので、漫画描くとき、ツヤベタとかにもいいですよね。あと、このコピックマルチライナーも太さいろいろありますし、1本ずつ買えるから、これもコマを描くときや吹き出しのときによく使っていました。はい。ちょっとペンの在庫を持ちすぎているんじゃないかっていう感じなんですが、アナログ時代は特に締め切りに追われていて、買いに行く暇がないっていう焦りがあったので、やたらペンをストックしてしまっていましたね。
はい、先に仕上がった原稿をお見せしてしまうんですが、今回書いたのはこの1ページ漫画ですね。私が今載せていただいている漫画雑誌の漫画の投稿者さん用のページの1ページコラムみたいなご依頼で書かせていただきました。連載漫画家が順番で投稿者さんに向けて私の漫画の描き方のコツみたいのをご指南するような1ページ漫画なんですが、私の順番で絵の上達のコツっていうテーマが回ってきてしまいまして、上達のコツをお教えできるほどうまくもないんですが、ご依頼なので書かせていただいたという次第です。はい。これは今回のネームとプロットみたいな感じなんですが、もう雑なんてもんじゃないんですが、1ページ漫画なのでぶっつけ本番で行ってしまおうと思います。ここからの動画は作業と雑談と、あとこれからもしかしてアナログで漫画を描き始めたいという方のために、ちょっと説明を交えながらのんびり描いていく感じになります。いや、ちょっと久しぶりすぎるので大パニックな感じがちょっと音声から伝わってしまうかもしれないんですが、ご了承ください。とりあえず鉛筆で下書きしてますね。この水色で下に当たりを取ってあるんですが、これ皆さん水色で下書きするのは、水色は印刷に出ないから、線を消さなくてもそのまま印刷できちゃうよねということで水色なんですが、私の場合この鉛筆で上に書いていっちゃってるので、結局水色も消しちゃいますね。そして分かってはいたんですが、この B4 の用紙ってめちゃくちゃ大きいですよね。こんな大きい紙を埋めていたのかと思うと、本当にアナログ時代の私、よく頑張っていたなぁなんて思います。これ、プロ漫画家であったり投稿者さんは B4 で書きましょうって推奨されているんですが、これはきっと大昔に決まった基準で、まだ印刷技術が未熟だった頃に、大きい紙に書いて縮小して印刷した方が綺麗だよねということで B4 サイズなんだと思います。同人仕様って書かれて売っているこのもう少し小さいサイズの原稿でも受け付けてくださる出版社さんもあるかもしれないんですが、これから投稿する方は念のため B4 サイズのプロ商業用みたいに書かれた漫画原稿用紙を選ぶと良いと思います。まあ結局デジタルでも B4 サイズに書いているんですが、デジタルだと紙が大きいとは思わないんですよね。なんでなんでしょうか。はい。そして今、この男の子のパーカーをせっせと書いているんですが、これ目の前に資料を置きながら書いてるっていう感じです。この漫画のテーマが漫画の絵の上達のコツっていうお題だったので、私なりにその上達のコツを考えた結果、今書けないな、書きづらいなと思っているものに集中して向き合ってトレーニングしてみましょうという内容にしたので、私自身が今書くのが難しいなと思っているパーカーという衣装に取り組んでみました。パーカーいつも作りがよくわからないなと思いながら、なんとなく手癖で書いてしまう節があるんですが、まあ今回テーマがテーマなのでしっかり資料を見ながら書いています。できればね、パーカー強化月間みたいな感じで、まあ1週間ぐらいパーカーにばっかり向き合ってみたりするとうまく書けるようになるんじゃないかなと思うんですが、いつ時間を作ろうかなという感じですね。
つい逃げ腰になってしまう。はい。さっきの目盛りの入った30センチ定規でせっせとコマ枠を引いてますね。これ何ミリのミリペンかな？ 0.8 とか、1.0 みたいなのをよく使っていたからそれかもしれません。本当はこういう時原稿をくる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 回しながら書くといいんですが、ちょっと動画を撮っている関係で回せず、まごまごしてますね。いやー、スピードが落ちたもんだなぁと思います。もう信じられないスピードで原稿をくるくる回しながらコマ枠を引いていたのですが、ちょっと腕が落ちましたね。はい。そして吹き出しはもう少し細いミリペンで書いていきます。これミリペンですと消しゴムをかけた時にちょっと薄くなってしまうんですよね。なのでつけペンを使うのが上手い方はつけペンで書いてもいいと思います。ただね、つけペンの方がちょっと手間ですよね。私も今回このギャグゴマっていうんですかね。ミニキャラみたいな人物は全部ミリペンで書いて、この下のパーカーの男の子だけつけペンで書いたという感じです。はい、ここから少しの間5倍速です。こんな感じでミリペンでミニキャラを書いています。今回ちょっと私、スクリーントーンをとっくの昔に手放してしまっていて、トーンを貼れないという縛りがあったので、白黒で全てを表現しなければならない感じでちょっと大変でした。はい、小物を適当に書いてるんですが、デジタルの癖が抜けなくて、平気でコマからはみ出してしまってますね。このベクター消去できないということをすっかり忘れてますよね。iPad と本に見えるかな？ちょっとコラムなのであんまりこういうところに時間をかけられないなということで雑になってしまっております。もうこの iPad の画面も手書きの文字。本に見えればいいやという感じですね。はい、そして消しゴムで消し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 。消し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 ですね。やっぱりちょっとミリペンで書いたものは薄くなってしまいますよね。でも印刷には一応出ますから大丈夫です。というか印刷所の方でコントロールしてくださってるのかもしれないですよね。どなたか印刷所にお勤めの方いたらコメント欄で教えてください。薄い原稿は濃くしていますとか、そんなのあるんですかね。はい。ちょっとね、トーンが使えない縛りなので、線を太くしてみたり、ハッチングみたいな感じにしてみたりしてますね。下書きが雑だったのでもう直すところだらけ。デジタルの癖が抜けないですね。猫ちゃんの形、修正器で消してます。漫画専用のホワイトっていう修正するものが手元になかったので、普段子供が使っているような修正器を取り出してきて使っています。修正器はさすがに使いづらいですね。漫画これから始める方はホワイトは買った方がいいかもしれません。筆につけて使ったりするやつですね。はい、ここからつけペンでの作業です。この100円で買った墨汁を使っていきます。これ、墨汁で漫画を描く人もいれば、製図用インクみたいなもので描く人もいると思うんですが、どう違うかと言いますと、墨汁は少し乾きが遅い代わりに伸びやかに描けるという感じで、インクはより速乾性が高いんですよね。
その代わりやっぱり乾くのが早いので、ペン先がすぐ乾いてしまったりですとか、少し墨汁に比べると伸びが悪いかもしれません。ただね、右手でこすっちゃって原稿が汚れることが少ないですよね。インクの方が。もうお好みだと思うんですが、今回は墨汁しか買えなかったので墨汁です。そしてこの立川さんのペン軸にペン先を刺して書いていきます。これいくらだったかな？すっかり忘れちゃいましたね。そしてとりあえず G ペンのペン先を刺して書いていきます。G ペンは多くの漫画家さんが愛用している一番多く使われているペンだと思うんですが、ペン先がぐっと開きやすくなっていて、太い線から細い線までまんべんなく書けるような便利なペン先です。はい、もう数億年ぶりのつけペン作業をカリカリやっております。まあでも久しぶりだから書けないということは全然ないですね。ちゃんと手が感覚で覚えていました。ただ本当はもっと原稿をぐるんぐるん回しながら書いた方が早いんですが、ちょっと撮影のためにゆっくりやってますね。こんな感じでちょっとインクだまりを残しながら書いていって立体感を出しております。この男の子の顔、正面顔なんですが、私正面顔が苦手でどうしても歪んでしまうんですよね。デジタルですと左右反転が簡単にできますし、対称定規でバランスを整えることもできるので、まっすぐになるんですが、今回アナログだったので、おそらく顔が右側にずれているんじゃないかなと思います。もうそれも自分ではわからないんですよね。これは目に効き目があるせいとかなんでしょうかね。私はメガネ屋さんで調べると右目が利き目なんですよね。なので右目中心で世界を見ているので、そういった歪みが出てしまうのかもしれません。あと一説によると右利きの人は右側に顔が伸びがちっていう風にも言われてますよね。じゃあ左利きの人はどうなんだろうっていう感じなんですが。はい。今まだ G ペンで書いてますね。髪の毛本当はもっと丸ペンで細かく書き込んでいくんですが、とりあえず縁取りっていうんでしょうか。一番外側の線は太くしたいので G ペンで書いています。そしてここでちょっと丸ペンに切り替えます。だいたい G ペンで書き終わったので、あとは細かいところを仕上げていくという感じですね。丸ペンはもうめちゃくちゃ細い線が出るんですが、この丸ペンで全部の原稿を仕上げようと思うと、かなり線を細かく重ねていかなきゃいけなくなるので、やっぱり G ペンをメインで使った方がいいんじゃないかなと思います。これから漫画を始めるけど、どのペン先を買おうかなという方は、1個しか買えない場合は G ペンにした方が無難かなと思います。はい、少女漫画は髪の毛が命ということで、細かめに書き込んでいます。目を描く瞬間って緊張しますけど一番楽しいですよね。失敗が許されないのでかなり息を詰めて描いています。この漫画家に限らずだとは思うんですが、集中する職業って
息を止めてやってしまってることが結構ありますよね。私、以前健康診断に行った時に、特に職業を伝えたわけでも、肺活量を測ったわけでもない段階で、息ちゃんとしてますかって看護師さんに聞かれたことがありまして、いやー、そんな見た目だけで息してないのがバレてしまうのかと思って、ちょっとびっくりしましたね。姿勢が悪いとか、顔色が悪いとかあったんでしょうかね。深呼吸の仕方まで丁寧に教えていただいて帰ってきました。そして歯医者さんに行くと当然のごとく、歯を食いしばりすぎてませんかって言われちゃいますよね。皆さんはいかがですか？いや、健康に悪い職業だなぁと思いながらも、これが好きでやってるので、頑張って続けていこうとは思うんですが、やっぱりお散歩に行ったり運動も大事ですよね。そして今回久しぶりにアナログで原稿を仕上げてみて、やっぱり大変なこともいっぱいあるけど楽しいなぁと思いました。手で触ったペンの感触ですとか、カリカリと響く音ですとか、やっぱり物と向き合っている感じで、書いてるっていう実感がありましたね。すごく心が静かになる瞬間でした。ただね、やっぱりインク、墨を猫にひっくり返されるんではなかろうかとか、あと机の上に道具がいろいろ散乱してどんどん散らかっていってしまう感じですとか、デメリットもいろいろあったんだよなということを改めて思い出しました。はい。そして今回スクリーントーンを持っていないから使えないという白黒縛りなので、こんな感じでせっせとハッチングしているんですが、デジタルだとトーンが貼り放題。お金もね、一度払ってしまえばそれっきり使わないので、値段的にも最終的にはやっぱりデジタルが安くなるんですかね。iPad も液タブも高いものから中古だったり安いものまでいろいろありますもんね。私は第2世代の iPad を使っていて、全く漫画を描くのには困っていないので、そういったちょっと前の世代を買うのもアイディアですよね。皆さんどんな感じの環境で描いていらっしゃるか、もしよかったらコメント欄で教えてください。はい、こんな感じでのんびりとゆるゆるした動画になってしまったんですが、最後にもう一度完成原稿をお見せして終わりにします。はい、こんな感じです。内容は読んでいただければわかるかと思います。海外の視聴者さんのためにかいつまんで内容を説明しますと、私なりの絵が上手くなるためのコツは、描けないなぁと思っているところを集中してトレーニングして、画力を底上げしていくというような内容になっています。最近はパーカーを描けないのが悩みなので、今度集中してトレーニングしようかなと思っています。そして絵の上達は一朝一夕にあらず、一歩一歩しか上手くならないので、一緒に頑張っていきましょうという内容でした。そして原稿用紙なんですが、大体のセリフは鉛筆で直接書き込んでしまっているんですが、この絵に字が被ってしまうところのみ、トレーシングペーパーっていうものを上にかけて、そこに文字を書いています。はい。こうしないと編集さんが困ってしまいますよね。すべての字をトレーシングペーパーに書いても大丈夫です。はい。
こんな感じです。一つずつの図が間違ってますが、後で直します。はい。そして雑誌に載るとこんな感じというのを見ていただこうかと思うんですが、ちょっとその前に、はい。私の連載している大福ちゃんと王子様は、なんと最終回でした。これはアナログでアルコールマーカーで描いたイラストなんですが、また今度動画にメイキングを上げようと思いますので、よかったらお待ちください。そして中の原稿はデジタルですね。クリップスタジオで iPad で書いています。そして今回書いたコラムがこの号に載っているわけなんですが、別コミ漫画学園ですね。この雑誌でのデビューを目指している投稿者さんが読むようなページになっています。こんな感じになりました。このミリペンで書いたところも印刷で薄いっていう感じはしないですよね。印刷所の方で濃くしていただいたのかもしれないんですが、はい、問題なくかすれてないと思います。いや、パーカーあんま上手くないですね。やっぱりまだ修行が足りないなと思いました。デジタルの方が線がくっきりしているような気もしますかね。お好みかもしれません。よかったら別コミという雑誌、電子書店さんでも買えますので見てみてください。ミクシーマーさんとか買いやすいですかね。私はいつもそこで買っています。はい、そして猫さんの映像を見ていただきつつ、ちょっと補足なんですが、最近 YouTube の新機能で動画内で紹介した商品が自動で概要欄に表示されるようになりました。それはとっても便利なんですが、あくまで AI の判定ですので、間違った商品が掲載されていることがあるのでお気をつけください。間違ってるなと思ったらなるべく消すようにするんですが、今回はどうでしょうかね。漫画の道具をいくつか紹介したんですが、正しく入ってるといいなと思います。今のところ日本ですと楽天市場と結びついているようなので、楽天市場にある商品でしたら概要欄に入ってくるかなと思います。ちょっと動画が公開されてすぐには入らないので、気になった方はお待ちください。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか？アナログの手元をかなりのんびり映した動画になってしまったんですが、どなたかの参考になれば幸いです。また次回以降も漫画の動画を上げていきますので、よかったら見てください。それではまた。